遊戯。ついにあんたの尻尾を捕まえたわ。あんたの発言、この証拠ヒントに通している。社名丸のカメラ。ドアの手形がいつついたかなんてわからない。そう言いたいのよね。その通りだろ。あの手形が事件の時についたことなんて証明できないはずだ。事件が起きる前からついてたかもしれないぞ。これはロジックのゲーム。根拠を持って証明することができないなら、どんな推理も無意味でも。証明することのできない無意味な推理。それは違う。アニャが残した事件直前の映像を思い出して。ここにはっきり映っているのよ。アニャ殺害前の手形がない状態のドアだね。ドアの手形が事件が起きた時についたのは、これで証明できるはずよ。なるほど。確かに、こいつは手形がいつついたのかを証明する証拠品だな。だから、どうした？お前さんが証明したのはあの手形がいつついたか、それだけだ。それに何か意味があるという。ねえ、フレリ。私はこう主張することにするわ。事件中に手形がついたのは、もちろん犯人が模擬刀を使ったから。それなら、どう？ま、そうするよな。さっきも言ったが、こいつはロジックのゲームだ。なるほど、現場にいたのが犯人一人なら、それで十分な証明かもしれないな。残念ながら、今夜の事件は複数のプレイヤーで動けるんだ。手形を残したのが犯人だと断定するには、決定度に欠けると思うね。ちょっと待った。あんたのさじゃない、あんたの話に何を論じたって、無意味だって。何？私は、プレイヤーなのに彼がトロントに一つの推理を提示しているの。反論するなら、あなたの論拠を示して。参照になる証拠品を見せるのに、決定的な矛盾がつくなり。まだいくらでも反論の余地はあるよ。そもそも、さ、あの映像だけで凶器が断定できるってのは、ちょっと無理があるだろ。遊戯、まだわからない？内容はどうあれ、証拠を論拠に提示された以上、それは提唱すべきロジックでしょ。だって、あんた言ったわよね。これはロジックのゲームだ、って。あんたが反論せず、凶器は模擬刀だという推理が通るなら。証拠を掌握して、凶器を断定できなくするあんたの戦術は無駄になるわ。凶器が金入りの模擬刀って決まるなら、これまでの議論があんたの犯行を証明してくれる。このロジック、そう切った時点であんたの負けよ。なるほど。つまり、このロジックは崩せばいいんだよ。そんな隙だらけのロジック、いくらでもひっくり返せるぜ。どうせ、そんな討論して決めたのは簡単だわ。確かに、参照になる証拠品なんてあるはずないけれど。乱暴な推理だし、論破する気はいくらでもあるわ。そう、反論の余地はいくらでもある。嘘をつけば、なんだと？メール動画のカメラ、トロントに、ドアの手形がついたのが事件中だと証明し。使われた凶器は、金売りの模擬刀だと論じる。これが私の主張よ。確かに、あんたはこの主張を論破できる。でも、あんたはこの事件の凶器も手形がいつついたかの時点ででしょ。
もう終わりね。このゲーム、嘘をつかずに戦い抜くのはもう限界だわ。ただし、自分の流儀を捨てて嘘をつくなら話は別。まだまだ戦えるわ。どうする？負けの瞬間を引き伸ばすため、プライドを捨てて嘘を並べる？すると思うか？流儀。ロジックの勝負に持ち込んだ以上。そして、嘘をつかないことを武器にするんだよ。小さな大事一つであれ、絶対に反乱の隙を与えてはいけなかったわね。なるほど。これは、私の負け、だな。社名丸を殺したのは、間違いなく私だ。すまない。どうやら、決着がついたみたいね。それでは皆さん、お手元のボタンで投票をどうぞ。